今回のディープダイブへようこそ。あなたが共有してくださった資料、これ面白いですね。ありがとうございます。存在の根本にある力と構造ですか。はい、そうなんです。万有原力、樹々作用、そして死域肥大。なんかちょっと難しそうな言葉ですけど。まあ、言葉自体は独特かもしれませんね。でも、原子から惑星、人間の良心までつながってるっていうのが、すごく興味深くて。そのつながりを資料は示唆しているんですよね。じゃあ早速、そのあたり一緒に解き明かしていきましょうか。準備はいいですか？はい、ぜひ。さあ、探求の始まりです。まず、万有原力からですね。はい。資料によると、これは時間とか空間を超えた創造主。神と言われる存在に由来する力と。神様ですか？絶対的で永遠の根本的な力。そういう位置づけです。あらゆる存在が生まれて、活動するために必要な力の源泉。なるほど。なんか宇宙の根本エネルギーみたいなイメージですかね。まさに、そういうふうに考えられているようです。壮大ですね。でもその力が具体的にどうやってこの世界で作用してるんでしょうか？そこがポイントで。はい。そこで出てくるのが次の授受作用なんですね。授受作用。預ける、受けるの授受ですね。その通りです。万有原力っていう根本のエネルギーだけだと方向性がないというか。この授受作用っていうのはその万有原力を背景にして主体と対象が関係を結んで。主体と対象。資料ではこれを相対基準と呼んでますが、お互いによく預けてよく受けるっていうそういう相互作用に通じて、具体的な力、例えば生きる力とか繁殖する力、運動する力、そういうものを生み出すプロセスなんです。なるほど。万有原力は縦の力だとしたら、授受作用は横のつながりで力が生まれるみたいな感じかな？そういう捉え方もできるかもしれませんね。存在する根源力と関係性の中で発展する力というか。関係性ですか。ただあるだけじゃなくて、関わりの中で力が生まれると。そうなんです。具体例を見るともっとイメージしやすいかもしれませんね。そうですね。例えば物理の世界。物理。原子で言えば、原子核の陽子とその周りを回る電子。プラスとマイナスみたい。そうです、そうです。分子を作る陽イオンと陰イオンの関係とか。電気のプラスとマイナスもまさに授受作用の例として挙げられていますね。なるほど。生物ではどうですか？生物だと、植物の中の水とか養分を運ぶ、導管と歯管とか。はいはい。あとは動物のオスとメス。これも典型的な例ですね。もっと大きく見れば、動物と植物の間での酸素と二酸化炭素の交換。これも広い意味での授受作用と捉えられています。へえ。惑星が太陽の周りを回るのも？太陽系の太陽と惑星の関係。それから地球と月の関係もそうですね。公転とか自転とか。人間関係、例えば夫婦とか社会の関係も、この流れで説明されるんですか？そうなんです。体の中の動脈と静脈の関係から、体と心の関係、そして夫婦、社会の人々、さらには国家間の関係まで。すごい、スケールが大きいですね。で、特に私が驚いたのが、良心までこの授受作用で説明されている点なんです。そこですよね。普通良心って言ったら心理学とか道徳の話じゃないですか。そこがこの資料の、ユニークな視点というか、人間の良心も、実は神様を主体とする内的な授受作用によって力が生まれるんだ、と。神様を主体とする。はい。だから、どんな人にも良心の声みたいなものが聞こえるはずだという考え方です。なるほど。逆に、資料で堕落って言われているのは、この神様との授受の関係、つまりコミュニケーションが断絶しちゃった状態を指していて。断絶ですか？で、イエス・キリストっていうのは、この関係性を回復するために、犠牲的な愛を持って来られたというふうに解釈されていますね。関係性の回復。人間同士、そして神との間のその授受の回路をもう一度つなぎ直そうとした
ということだと思います。いやー、深いですね。関係性の断絶と回復か。そしてその安定した関係性ができた結果生まれる構造というのが、はい。次の死域題というものですか。これはさらに核心に迫る感じがしますね。まさに、その通りだと思います。この死域題はですね、生分後作用というプロセスから生まれると資料は説明しています。生分後。まず生。これは中心である神、あるいは根源的な主体ですね。はい。そこから分、主体と対象っていう2つの要素に分かれる。そして後。これは万有原力を仲立ちとした授受作用によって再び一つに合わさる。合成一体化すると。生があって、分かれて、また合わさる。そうです。この生分後という3段階を経て、中心である生、それから主体、対象、そして最後に一体化した結果である合成体。この4つの位置が定まるんです。4つの位置。この4者がそれぞれ他の3者を対象として目的。これを三対象目的と呼んでいますが、を達成すると、死域題という非常に安定した基盤が完成する、と。ちょっと複雑ですけど、でもこれが存在とか善とか神の目的の根本期待になると。そういうふうに説明されていますね。算数とか4数、12数といった数の根源もここにある、とまで言われています。そしてこの領域題が完成した存在は、円運動とか球形運動をする立体的なものになると。そうなんです。原子や太陽系の例が挙げられていましたよね。電子が原子核の周りを、惑星が太陽の周りを回るように。平面的な円運動に見えるかもしれないんですけど、主体も対象もそれぞれ内部に2つの側面、資料では二性成層って言われてます。を持っていて常に動いている。二性成層。はい。だから実際には立体的な球形運動になるんだと説明されています。球形運動。この球形運動こそが安定性とあと永遠性をもたらす動きだと考えられているんですね。なるほど。直線運動だといつか終わっちゃうけど、回転運動なら持続できるみたいな。そういうことです。永遠性のためには回転が必要だと。ということは、人間も同じように、体、対象と心、主体が最終的に神様、中心を中心として一体化して、調和の取れた球形運動をする。それによって本来の創造目的を達成した存在になるという話なんですか？はい、そのように考えられています。資料だと人間は本来物質的な世界と精神的な世界の両方で中心になって宇宙全体、天中ってことがでしたかね？天中。無形世界と有形世界を合わせたものですね。それを主観するはずだったとまで書かれていますね。そのように位置づけられていますね。人間がその中心的な役割を担うはずだったと。そして、この領域題という構造を通じて、神様はあらゆる場所に存在する。つまり、偏在する。偏在。どこにでもいると。そうです。そして生命体は細胞分裂とか、あるいは人間の共同体形成みたいに、授受作用、つまり成分互作用によって自分を展開して繁殖していくんだと考えられています。なるほど。なぜ全ての存在が2つの側面、二性成層を持つのかっていう問いの答えもここにあるんです。と言いますと？力っていうのは、授受作用によってしか生まれない。そして、永遠性のためには回転運動が必要。はい。その回転運動のためには、主体と対象っていう2つの要素が不可欠だからだと。これは神自身の永遠性にも関連づけられていますね。なるほど。万有原力という根源的な力と、授受作用っていう関係性のダイナミクス、そして死域題っていう安定した構造。この3つが組み合わさって、ミクロの原子からマクロの宇宙、さらには私たちの内面にまで貫いている。というのが、この資料が示そうとしている、壮大な世界観なんですね。そうですね。ここで大事なのは、多分単に要素がポンと存在するんじゃなくて、関係性とその調和の取れた相互作用、つまり授受作用こそが存在とその目的達成の鍵なんだということでしょうね。関係性と調和。そして、その究極的な基盤には
神的な起源があるという主張。物理法則から精神性までを一つの原理で説明しようとする、そういう試みと言えるかもしれません。いやはや、本当に深いダイブでしたね。なかなか濃い内容でした。最後にですね、これを聞いてくださっているあなたに一つ問いを投げかけてみたいと思うんです。何でしょう？この資料のモデルでは、調和の取れた授受、与えることと受け取ることのバランスですね。これが安定と永遠性をもたらす球形運動を生むとされています。はい、そうでしたね。では、もしあなたの身近な人間関係、あるいは社会全体、もしくは自然界において、この授受のバランスが崩れたり、一方的になったりしたら、具体的にどのような歪みとか不安定さが生じると考えられるでしょうか？それは考えさせられますね。この問いが皆さんがさらに思考を深める何かきっかけになれば嬉しいです。